不動産屋さんの階段です。皆さん、邸内紳士もしくは屋敷神という言葉を聞いたことがありますか？それは家の敷地内にある神様のお社や祠のことで、不動産業者にとって固定資産税や相続税などの評価に関係するので、大事な取引条件になります。さて、私の友人の優子さんは関東の某所に実家があるのですが、それは町の中心地から離れた郊外の広いお屋敷でした。実家はもともとその地方の地主で名家だったそうです。そのお屋敷なのですが、広い庭先にお稲荷さんがありました。つまり屋敷神のある土地で、代々その家を継いだ長男家族が大事に祀っていました。そのお稲荷さんの位置はちょうど2階の優子さんの部屋がある北東の角に一番近いところにあったそうです。ところで、優子さんが子供の頃には特に何も感じなかったのですが、ある年齢、おそらく20歳を過ぎたあたりから、そのお屋敷で妙な体験をするようになっていきました。彼女の部屋で、ある時から頻繁に夜中、金縛りに遭うようになったそうです。最初は疲れているからだと思ったのですが、ついにその金縛りの最中に、老人らしき霊が現れたそうです。それ以来怖くて部屋のドアを閉めては寝られなくなりました。家族に話しても信じてくれなかったのですが、結局優子さんはその後すぐ結婚して家を出てしまったので、その幽霊の一件は忘れてしまいました。ただ不思議なのは、優子さんが家を出た以降は彼女に全く金縛りはなくなりました。その後、その優子さんの部屋は彼女の弟さんが使っていたそうです。ところが、その弟さんもその部屋にいると、おかしなラップ音が頻繁にしました。それも尋常ではない音だったそうです。金縛りや霊体験はなかったのですが、何か嫌な予感がして気味が悪かったので、1階で寝るようにしたそうです。すると1階に移った直後のことです。弟さんは大きな水槽にエンジェルフィッシュを飼っていたのですが、真夜中にビリビリビリというガラスにひびが入る音がしたかと思うと、ドカーンという破裂音とともに水槽が崩壊したそうです。決して安物とか取り扱いが悪かったとかではなかったということで、偶然かもしれませんが、何か不吉な予感がしたんだそうです。ただ、たまたまそのすぐ後に弟さんも結婚し、次男ですから優子さんと同じように家を出てしまったので、例のラップ音や水槽の爆発事件を何かと関連づけることはなく、忘れ去られていきました。その後、そのお屋敷には優子さんの両親と長男であるお兄さん家族が同居していたそうです。そして長く屋敷では何事もなく、優子さんの実家の一族は平和に暮らしていました。ところがだいぶ年数が経ったある時から、またおかしなことが起こってきたそうです。お兄さんにはお子さんが2人、男の子と女の子がいたのですが、その娘の方を仮にマヤさんとしておきます。つまり優子さんの姪っ子さんですね。そのマヤさんに奇妙なことが起きたのでした。マヤさんは以前優子さんや弟さんが使っていた例の北東の角部屋を自分の部屋としてずっと使っていたのですが、子供の頃は何もなかったそうです。でも20歳を過ぎてしばらくした頃でした。マヤさんもその部屋で寝ていると頻繁に夜中に金縛りに遭うようになったそうです。マヤさんはこの部屋のせいかと思い、隣の東南の角部屋に移動させてもらったそうです。2階のレイアウトはちょうど漢字の田の字のように、4部屋がすべて角部屋で囲み合うような間取りでした。ところが東南の角部屋に移っても金縛りは収まりませんでした。そしてある晩のこと、また深夜に金縛りが始まりました。ああ、来たと思っていると、その時はいつになく苦しく、体に何かがのしかかったようで痛みを感じたそうです。するとマヤさんの目線の先に置いてあった熊のぬいぐるみとなぜか目が合いました。いつも見慣れたただのぬいぐるみなのに、
その時はまるで生きているかのような目玉だったそうです。そしてそれは急にブルブル痙攣し、ぬいぐるみの顔がみるみる人の顔に変わっていったそうです。あまりの恐怖にマヤさんは気を失ってしまいました。ただの悪夢だったのか何だったかは分かりませんが、もうこの部屋でも寝ることはできないと思い、そのさらに隣の角部屋に移動させてもらったそうです。でも少しマシにはなった程度で、金縛りは収まりませんでした。ところで、そのちょうどマヤさんが部屋を最初の北東から東南に移った頃、ある事件が屋敷でありました。マヤさんの祖父、つまり優子さんのお父さんには、仲の良い勇さんといういとこがいたそうで、お盆や正月には必ず屋敷にその勇おじさんは遊びに来ていたそうです。ある日、そのいとこの勇おじさんが庭にある栗の木の栗を取ろうとしたそうです。うっかりバランスを崩し、そばにあるお稲荷さんの上にはしごごと倒れ込んで、そのお稲荷さんを壊してしまったそうです。勇おじさんには怪我はなかったのですが、とんでもない罰当たりなことをしてしまったのに、勇おじさんは平然とうっかり事故だから仕方がないという感じで何もせずに帰ってしまいました。優子さんのお父さんは仕方がないので、神社の方に相談し、正しい作法でお稲荷さんの祠などを新しく建て直すことにしました。その際に神社の宮司さんは、このお稲荷さんは屋敷を守っている神様だから、この屋敷全体が見渡せる場所に移設した方がいいというアドバイスをくれました。そこで北東の位置ではなく東南に移すことになりました。ですから先ほどの話に戻りますが、ちょうどその頃マヤさんは北東の角部屋から東南の角部屋に移ったばかりでした。つまりお稲荷さんの移動とほぼ同じ時期に、それもお稲荷さんと同じ方角に追いかけるようにマヤさんも部屋を移ったことになります。さて、ここまでの話で妙なことは、マヤさん以外家族の誰一人屋敷でおかしな現象に悩まされている人がいないことでした。特にマヤさんの父親、つまり優子さんのお兄さんは、その空いている北東の角部屋を使っていたそうなのですが、ラップ音も金縛りも何も起きていなかったそうです。そして結局優子さんと同様、姪っ子のマヤさんも関西の会社に就職したことを機に家を出ることになったそうで、その金縛りにもその後悩まされることが全くなくなりました。ところでその年の正月、お稲荷さんを壊した勇おじさんは珍しく屋敷に来なかったそうです。あんな気さくで社交的な勇さんがあの事件以来ぷっつり屋敷に来なくなり、連絡も全くつかなくなって突然消息不明になったそうです。そこで優子さんのお父さんが彼の家を訪ねたところ、なんと家はなくなって更地になっていました。勇おじさんが誰にも知らせないで引っ越すことはありえないそうです。何か事件に巻き込まれたのか、いまだに安否が不明です。それから数年経ち、つい先日優子さんはその姪っ子のマヤさんと会う機会がありました。その時、例の実家の北東の部屋で2人とも金縛りや霊現象を頻繁に体験していたことを初めて知りました。そしてふと気がついたことは、優子さんの弟も2人ほどではないですが、おかしなラップ音に悩まされて部屋を移った直後に家を出たことでした。優子さんも姪っ子のマヤさんも心霊現象に悩まされてからいくらも月日が経たないうちに家を出ることになりました。それで優子さんたちはある重要な共通点に気がついたのです。優子さん自身も弟さんも、そして姪っ子のマヤさんも3人とも実家のお屋敷を継ぐ長男ではないということ、ある年齢になったら家を出ていくものであること、そして3人ともに子供の頃は何もなかったのに、成人を過ぎて実家から独立する少し前から怪現象が起きていることです。そしてその3人の怪現象は2階の北東の角部屋から始まりますが、あのお稲荷さんに一番近い位置の部屋だということ、途中で東南にお稲荷さんが移設されてからは
その盗難の角部屋でマヤさんに怪現象が起きていたということです。まるで屋敷神のお稲荷さんが家を継いでお稲荷さんを祀る者以外は屋敷から出て行けと言っていたかのようだと優子さんたちは感じたそうです。3人ともちょうど成人を過ぎて将来の方向性が定まり家を継ぐ立場にならないと確定した頃から怪現象を体験しているのです。ですから優子さんの両親もお兄さん夫婦その長男にもおかしな怪現象が一切起きていないのにはやはり理由があるのかもしれません。また勇おじさんが行方不明になったこともお稲荷さんと何かしら関係するのかもしれません。神様のいない社や祠は結構あるそうですが、優子さんの実家の屋敷神はどうやら本物のようで、子供たちがちゃんと独立するように仕向けていたのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。